はようございます。ヘルシンキ11月のとある朝。めちゃくちゃ曇りです。今日から11月で、現地の人たちがよく言う魔の11月が始まりました。ビタミン D のおかげで全然なんとかいけそう。あと楽しみな予定があるので、気持ちはどんよりではなく晴れやかでいられてる気がします。大きなあくびをしながら、今日も今日とて一日を始めていきます。今日から11月。今日から11月だ。早い。フィンランドに来て5ヶ月目に突入。だんだんと暮らしのリズムができてきた気がします。ジムへ行って体を動かしてすっきりとしたら、帰りに食材の買い出しに寄ったスーパーでクリスマス仕様のムーミンマグ発見。もうすぐクリスマスか、アドベントカレンダー欲しいななどと考えながらお家へ帰ります。お腹の調子が良さそうな時は焼きたてクロワッサンを朝ごはんに焼いている最近。ヨーグルトも忘れずに。さて、今日はとあるワークショップに参加するために街へ繰り出しました。土曜だからか通りがにぎわっています。夏によく芝生の上で寝転がっていた公園の木々もすっかり葉っぱが落ちてきているようです。じゃあこの組んできてるんですけど、しましまの模様を鳥取の陶芸家杉本さんがいらして、ヘルシンキのコモンにて練り込み陶芸のワークショップを開催していました。切って重ねてどんどんいろんな層になっていく粘土を見るのがとっても楽しいです。さっきと違って今度市松模様。So now it's by layering another way, so that now it turns out the black check. 今度はまた違う模様に。So now this turns out the different. まずとりあえず、いろいろこれ模様があったりするんですけど、There are ceramic patterns over there, but then like this stripe is just the base of the base. 一人ずつストライプ柄の1枚の粘土をいただいて自由に形作っていきます。私が作ったのは小さなプレートと箸置きとお香立て。焼き上がりがとっても楽しみです。どうか割れませんように。先生が作った素敵な陶器たち。もし自分の作品が割れてしまっても悲しくないようにと、お土産を一つ選ぶことができました。なんて嬉しい計らい。ホクホクで顧問を後にして気になっていたカフェにやってきました。
店内に並ぶ北欧プロダクトを眺めながら温かなホットチャイをすすってほっと一息。先ほどいただいた小皿を開封していきます。チェックの練り込みのパターンとこの青色がとっても可愛い。今からどうやって使おうかワクワクです。そうこうしていたら妹のちーちゃんから電話がかかってきました。日本では今空前のシール帳ブームが再来しているらしく、突然開催されたちーちゃんのシール帳ツアー。裏若き22歳の妹は大相撲が大好きで、真ん中にいるのは我らが福島県の鏡石町のマスコットキャラクター牧場のアーサーくんです。これはとっておきなので、相手もとっておきのシールじゃないと交換の交渉はできないと力説しております。そして今話題のぷくぷくシールもいろんな角度から見せてくれました。たまごっちのシールかわいすぎる。ときめきのお裾分けをありがとう。その後は同じ陶芸ワークショップに時間違いで参加していた友達と合流して、友達のおすすめのカレー屋さんへ。ピーマンめっちゃ美味しそうだ。バターチキンカリー。わーい。食後はこっくりと甘いチャイを飲んでのんびり。懐かしいな、こういうブロックの。日本今でも使ってるよね。なんかこういうところにポットで置いてあって、こうやってつまんで入れたりする。カレーもチャイもとっても美味しかったです。その後お互いが選んだ小皿を見せ合ったりして、いい匂い。わーい。そば茶。緩やかなほっこりとした充実感とともに帰路に着きました。今日も京都でジムから始まります。帰りに買ってきたのはバターティさつまいもです。まるで人参のようにオレンジなフィンランドのさつまいも。今日はお味噌汁の具にしてみようと思います。ベーコンに目玉焼き、お味噌汁にご飯があれば、それはもう立派な朝定食です。いい感じの焼き加減にできました。食後はデカフェのカフェラテを入れて作業の準備。今日はやりたいことがたんまりと溜まっているので、気合のアイスクリーム。なかなかにワイルドな仕分け作業です。アイスをエンジンに一つ目のタスクを片付けていきます。なんか本当は
本当は今日いっぱいやりたいことがあったんですけど、結局今度行く旅行、父と妹と一緒にイタリアで落ち合おうって言って1月に旅行に行くんですけど、その家族旅行のホテルを探すので今日が1日終わってしまって、ショック。しかもその旅行がその1ヶ月前の旅行、ヨーロッパの、それは友人たちと行くまた別の旅行なんですけど、その予約を昨日してたんですね。その名残で間違って1ヶ月前のホテルの予約を入れてしまっていて、それに気づかずずっと予約してて、しかもそれが安いプランだったのでキャンセルが不可なことに予約した後、次のその都市3都市イタリア行くんですけど、2都市目のホテルを予約した後に気づいてってなって、2都市目は2都市目かはキャンセル料無料だったのでキャンセルできたんですけど、ローマの予約がもしかしたらキャンセルはできるけど全額返金されないっていう、5万円がパーになっちゃうかもしれないっていう、ショックっていうので、今ちょっともう今なんとかソファーから起き上がって夜ご飯をずっとイタリアのを調べてたので、トマトパスタが食べたいと思ってパスタを作る前にガソリンを入れようと思ってスモークチーズの余りとロンケロを飲んでいます。仕方ない。ちょっと思えるようになってきた。よしよしよし、ありがとうございます。聞いてもらって。載せるかわかんないけど、こんなネガティブな感情。ダメだ。パスタ作ろう。昇進を和らげようとしくしくパスタを作り始めました。なんかちょっと大丈夫になってきたかも。疲れた。こんな日もある。こういう時はぐっと反省したら、あとは諦めが肝心。ニンニクたっぷり入れよう。もういいや。大きな勉強代だと思って諦めることにしました。気をつけよう。もうこんな時は大谷かなさんっていう方の私の好きな YouTube を見ながらゆっくりザザッと料理してザザッと食べて好きなことやろう、それがいい。セルフケアのバランス教えて。他の色もすごい可愛かったんで、ぜひみんなにもチェックしてほしい。やっぱバイレード日本に帰ってきました。寒いよ。今日はヘルシンキの無印良品へお買い物ととある展示を見に行こうと思います。こちら無印良品の店舗になっていて、その無印のレストランです。こんな感じで。高っ。
から500円ぐらい高すぎる。大好きなやつがあるけど高い。3.95 ユーロだから700円くらいします。円安ユーロ高に疲弊しながらも信頼を置く無印のプロダクトを久しぶりに眺めることができてとっても楽しいです。ヘルシンキ無地限定の商品もありました。そしてスモールギャラリーでは鳥取の伝統工芸品たちが素敵に並ぶ展示が行われています。以前仕事で長く滞在していた鳥取の工芸品たちにこうしてヘルシンキでまた再会できてとっても嬉しいです。先日参加した陶芸ワークショップの先生杉本さんの作品たちも並んでいました。そしてなんと鳥取から書道家でありデザイナーでもある先生もいらしていて、書のワークショップも開催されていました。とても気さくで素敵な方で、少しお話ししていたら実際に書いてくださることに、私の名前の1文字を書いてくださいました。そしていつの間にか観客が先生もおっしゃっていましたが、書道の文字って線のいろんなリズムや表情があって面白いです。こうして海を越えてフィンランドまで日本の文化が伝わってきていることがなんだかとっても嬉しい今日でした。でこうだんだん細くなるみたいな、そのなんかリズムが大事だったりするので、線のリズムがすごい素敵。こういうのヘルシンキって書いてあるんですけど、こういうのもこの細かったり太かったり細いっていうなんかそのリズムがめちゃくちゃ大事。素敵。ありがとうございます。美を書いてもらいました。先生にありがとうございます。おはようございます。次の日です。昨日無印良品に行ってきたので買ってきたこまごまとしたものなんですけど、ご紹介していこうと思います。これがカードホルダーサイド収納です。3段180ポケット。お、いい感じいい感じ。いい感じです。ちょうどいいちょうどいい。この中にちょっと集めたいものがあって、その集めたものの写真を印刷してこう切ってこの中に入れて、でそれに対するメモもちょっと書いて全部こう記録していきたいなと思って、例えばこれ私がよく東京にいた時に行ってたカフェでもらったシール。これはオリオンっていうほぼ100歳のヘルシンキの映画館でどうぞ持ってってくださいって置いてあったシール。可愛いのでもらっちゃいました。例えばこういうのっていうか撮ったそのコレクションの写真をこれぐらいのサイズにして入れて、でちょっとそれに対するメモもここにこうシュッて入れて全部こう一覧で見えるようにしたいなと思って買いました。それが何かはまた皆さんにもお見せできる日が来るかなと思いますので、また今度ゆっくりご紹介します。あと最近ノートのオーガナイズというか、もうちょっと書き方とかをより自由にしたいなと思ってて、以前から結構自由ではあるのですが、もうちょっとねこう切り張りしたり絵を描いたり、自分好みのこうパッと見た時に気持ちも上がるような文字だけバーって書くんじゃなくて、文字と絵とかシールとかこうビジョンボードっていうんですかね。今この自分がこうなりたいとか
こういう色を目指していきたいというか、こういう色が今のこの気分だなとか、なりたい自分をこうボードにするみたいな作業があるらしいじゃないですか。なんか日記自体もそんな感じで、一つの自分にとっての心地の良い絵だったり憧れ、これからこうなりたいなっていうものをこう日記というか手帳にこう詰め込んでいきたいなと思ってて、また手帳作りの様子は動画で詳しくご紹介したいなと思ってるので、それも楽しみにしていてください。こんな感じでちょっとね、その日会った人の名刺とか、その日の気分の絵柄のこう切り抜きとか、ちょっとコラージュっぽく日記とかジャーナリングとかもしていきたいなとか、スケジューリングもしていきたいなと思って、そのために必要なマスキングテープを買いました。これも無印良品で3本組のよく見るやつですねをヘルシンキの無地で買いました。マスキングテープだったらね、自分でこう切ったりして好きな形に変えられるので、今このページの丸っぽいやつとか四角のやつももともと持ってるマスキングテープをこれを切ってその形にしました。で、お次、あとはフライングタイガーで買ってきたもの、そのコラージュに必要な糊とスティック糊と、あと色鉛筆を買いました。フライングタイガーすごい安いんですよね。日本でも安かったと思うんですけど、なんかこっちの方がもしかしたらあれデンマークでしたっけ、だからちょっと割安なのかな、どうなんだろう、わかんない。無印はやっぱりちょっと北欧価格というかヨーロッパ価格で全部割高なんですけど、フライングタイガーはなんかそのままの安さというかなので、ちょっとこういう道具類いいものがあったらいいなと思って見たらあったので、糊と色鉛筆を買いました。嬉しい。なんかこれで絵描いたりとかずっとしたかったから、こんな感じが昨日の購入品になります。なんか今シール帳がめちゃくちゃ流行ってるらしいじゃないですか。妹のちーちゃんに教えてもらったんですけど、でもここには私もすごいシール帳とかそういうなんかちまちましたのが大好きなので、日本にいたら多分妹とシール交換してただろうなと思うんですけど、ここにはガチャポンもないしシールもないので、こうやって自分の好きな、やっぱり何かを作ったりこうするのがすごい好きなんですよね。書いたり作ったりまとめたりするのがすごい好きなので、なんかそういう作業を楽しんで日々の中でできる自分のささやかな趣味みたいなもの、多分それがちょっとメディテーションというか瞑想っぽい、自分の心をこう整えたりなぎにこう近づけてくれるような作業になるかなと思うので、なくてもね、そういうものは作れる。貝殻集めてなんかノートに貼り付けて日付書くとかでも楽しいだろうし、そういうのをね、最近 Pinterest っていうアプリを今更なんですけどダウンロードして、なんかアイディアのほんと宝庫、ワクワクの宝庫っていう感じで、自分の好みのものが写真がパッと出てきたら、それに関連するものもバッて出てきてくれて、ピンタレストを見て、こういう手帳の使い方もいいなとか、こういうコレクションの仕方とか、こういうなんか趣味とか持ちたいなとか、こういうの作りたいとか、そういうアイディアがどんどん湧いてくる。でそれをこう自分でまとめて、コラージュとかもできるんですかね。で自分のやつ見て、可愛いなって思ったり、画面いっぱいに広がった自分好みのものを見て、もしまだ始めてない方がいたら、ちょっとこういう手帳のアイディアとか収集するのおすすめです。っていう感じが昨日の購入品と最近の私のささやかな趣味のお話でした。最後まで見てくださりありがとうございました。皆さんも最近始めたりハマっているささやかな趣味などはありますか？
これからの長い冬の季節でおうち時間を楽しむためにいろんなことにチャレンジしてみたいなと思っているので、もしあればコメントで教えてくださると嬉しいです。日本も急速に寒くなってきているということを聞きました。どうか暖かくしてお過ごしください。